は筋彫りに関してパソコン周辺機器を紹介しようかと思うのだ。筋彫り？飛行機モデルで言うと凸モールドからオーモールドへの変換作業。はいはい、根気と集中力の作業ですね。浮く主もうまいこともなく、むしろ投げ出すことが多い作業。投げ出す原因は？複雑なモールドや失敗の修正作業とかで心折れることが多い。複雑なモールド？よく筋彫りの仕方で紹介されるのはプラ板などの平面に直線を引く作業。あ、よく見ますね。実際は平面だけではなく曲面への作業や曲線ラインもある。まあそうでしょうね。特にきつい曲線はテンプレートで対応できないパターンがある。フィットするテンプレートばかりじゃないものね。そんな時に活躍するのがカッティングマシンなのだ。カッティングマシン？パソコン周辺機器でデザインした形に紙や布を切り出してくれるんだ。ステッカーの切り出し、布や革のパッチワークなどで使われているんだ。それがテンプレート作成に使えるの？機種によってはプラ板にも対応しているので、プラ板を使ったオリジナルテンプレート作成ができる。なるほど。今回はブラザーのカッティングマシン SDX 線を使って紹介を進めるのだ。はいはい。その前に浮く主の筋彫り環境を紹介するのだ。たくさんありますね。これ全部使ってるの？使ってない。結局はこの5種類。メインはウェーブのマイクロチゼルで、補助でタミヤの調光ニードル、ボークスのプラゼップラ忍者、長谷川のモデリング層、峰島のキサゲ。試行錯誤の歴史がありそうですね。出発は長谷川の毛書き針、次にラインエングレーバー、ラインチゼル、BMC タガネと歩み、最終的に今の道具に落ち着いたのだ。それでどう使い分けてるの？マイクロチゼルが直線や緩やかな曲線用、ニードルが細かいモールド、プラゼップラ忍者は主翼断面、モデリング層は瞬着を使った箇所、ひさげは最後の調整用に使ってる。ガイドは？直線はガイドテープ、曲線や曲面はクリアラインテープ、円などは市販テンプレートを使ってる。だいたいこれで事足りますね。対応できない形もあるので、カッティングマシンの力を借りることになるのだ。ふむふむ。まずはブラザーのカッティングマシン SDX 線の紹介なのだ。はいはい。 SDX 線はブラザーの中でもハイモデルとされているスキャンカット DX シリーズにラインナップされていて、エントリーモデルの SDX85、スタンダードの SDX 線、ハイスペックモデルの SDX1200 と分かれてる。ふむふむ。プラモデル用途で使うのであればエントリーモデルの SDX85 で問題ないかな。何が違うの？内蔵フォントや内蔵イラストの数や布などの素材に対応した付属品の有無、プラモデル用途では気にしないで大丈夫かな。他メーカーのカッティングマシンとの違いは？素材の厚みを感知して刃の量を自動調整してくれる。他社は手動なの？素材ごとに刃の量を調整をしないといけないんだ。それ以外にもフェルトなどの最大厚さ 3mm までの素材がカット可能であったり、タッチパネルで操作可能であったりと至れり尽きせりなのだ。テンプレート作成以外でも何かに使えるの？デカールをスキャニングしてマスキングを作成したり、改造パーツの作成や迷彩塗装のステンシル作成などに活用できるのだ。使いこなせれば便利な周辺機器なのですね。では長谷川のはやぶさを使ってデータを作成するのだ。はいはい。特殊な形のモールドね。はやぶさで言うと主翼下のパネル、尾翼付け根の楕円、主翼付け根の破線モールドかなと。なるほど。これらをオリジナルテンプレートで作るのね。まずは主翼下のパネルからで、ここはパーツを直接取り込み、スキャナーですね。実寸大のデータを作るので、パーツをスキャニングして画像化するのだ。解像度は 600dpi ですね。モールドをトレースしていく。トレースはドローソフトで行う。フリーだとインクスケープとかかしら。できたデータを SVG で保存。次は尾翼付け根の楕円と主翼付け根の破線。これはマスキングテープを貼って軽く鉛筆ですれば大体の形がつくので、このマスキングテープをスキャニング。これもドローソフトでトレースするのね。そうなのだ。データ作成はこれで終了。ふむふむ。次は SDX 線へのデータ転送とプラ板切り出しなのだ。はいはい。 SDX 線へのデータ転送方法は3種類。 Wi-Fi、USB メモリ、USB ケーブル接続。ここでは Wi-Fi 接続でのデータ転送で説明。 Wi-Fi 環境があると楽ですね。作成した SVG ファイルをキャンパスワークスペースという SDX 線に付属するソフトで開く。
このソフトでも編集ができるのね。データを確認して OK ならば SDX 線に転送。 SDX 線の液晶タッチパネルで読み込み、これでデータ転送は終わったのだ。簡単ですね。次はプラ板のセット。 SDX 線は専用粘着シートにプラ板を貼り付けてセット。あとはカットを進めるだけね。一応公式では 0.2mm のプラ板までとなっているのだが、今回は 0.3mm でも大丈夫かも。 0.3 だと完全にカットできるわけではないのね。貫通できてないので、ニードルやタガネでなぞればカットできるのだ。あとは切断面を軽く整えればテンプレートの完成ですね。そうなのだ。最後に軽く彫ってみるのだ。はいはい。基本は筋彫りガイドテープ。ガイドテープは配給のもの。透明なやつより粘着力がある。曲面はクリアラインテープをガイドとして使う。凸モールドはそのままでいいの？長谷川の繊細なモールドなら大丈夫かな。なるほど。力を抜いてあたりをつけて徐々に彫り込む。ふむふむ。次に丸などの小さいモールドなんだけど、ここは市販のテンプレートを使う。はいはい。彫ってる部分が隠れてるのは申し訳ないが、ニードルを使っている。最後は作成したプラ板テンプレートね。作成したプラ板はマスキングテープなどで固定する。テンプレートの細かい部分はうまく切り出せなかった。ここは筋彫りテープなどで後で対応するのだ。これで大体終わったのだ。あとはサンディングして溝の削りカスを取れば終了ですね。削りカスはなかなか取れない。ウプ主はどうしてるの？まず毛先の細い歯ブラシのヘッドを切り出して真ん中に穴を開けてエアブラシの先端に装着。コンプレッサーの圧を最強にしてエアで飛ばしつつブラッシングする。これでも全部取れないけど、キサゲは？めくれを取るのにキサゲで軽くなぞる。キサゲは自由気ままに動くので慎重に。最後に確認で墨を流す。以上で終了ですね。今回は長谷川のはやぶさだったので複雑な形のモールドが少なく、これぐらいであればオリジナルテンプレートなしでも対応できるかなと思ったのだが、せっかくなので SDX 線を使ったオリジナルテンプレート作成を紹介したのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。